私が小学6年生の時の話です。友達の R 君から秘密基地に行こうぜ。と誘われました。R 君とは1、2年生の時に同じクラスで、その後クラスが別々になり疎遠になっていたのですが、6年生になってからちょっとしたきっかけがあってまた交流が復活していたのです。私と R 君、そして彼と同じクラスの3人の友達の計5人で向かったのは学校から少し離れた山でした。山といっても丘のようなものですが、雑木林に覆われており、段差や小さな沼があり、危険な場所が多く点在していました。また、何年も前に首吊り遺体が発見されたという噂もあります。そんなこともあって、学校からは行ってはいけないと言われていました。私以外の4人はしょっちゅう通っているらしく、木々が生い茂る迷いそうな道を慣れた様子で歩いていきます。そしていよいよ木々が深くなり、道とも言えない道を進んでいくうち、なんとなく嫌な気配に襲われました。肌に泡が立つような、頭の毛穴がゾワゾワとする感じ。これ、あれだ。と思いました。この世のものでない存在と出会う時の感覚です。私は幼い頃から霊感体質で不思議なものを見たり聞いたり感じるのです。左右が大きな岩に囲まれた切通しのようなところを曲がった途端、私は悲鳴を上げそうになりました。木の枝から首をつった人間がぶら下がっていたのです。それは髪の長い女性で、汚れてもともとは何色かわからなくなったようなワンピースを着ていました。裸足で、肌は干からびたように茶色く変色しています。恐ろしくて顔は見ることができませんでした。一瞬だけ見えたのは、カッと見開いた目と、開いた口からはだらりと垂らした舌でした。その体は風に吹かれているように、わずかに揺れ動いています。その場で立ちすくんでいると、R 君たちは、もうすぐそこだから。と言ってずんずん歩いていきます。見えていない。R 君たちにあれは見えていないんだ。そのまま前進すると、あの女の人と体がぶつかってしまうと思ったその時でした。え先頭の一人がすっとしゃがむと四つん這いになって進んでいくのです。そうして女性の足先から10センチほど真下を通過していきます。その後に続いて2人目も同じように四つん這いで進んでいくのです。何やってんの？なんでみんなあんな風に。私が震える声ですぐ前にいる R 君に尋ねると、ああ、あそこを通るときさ、なんか変な感じなんだよ。何かが引っかかるっているか。最初、クモの巣でもあるんじゃないかと思ってみんなで調べたんだけどさ、何もないし。何もない。ああ、ほら、なんもないだろ。でも、そのまま通るとなんだか気持ち悪いんだよな。何かが絡みついてくるっていうか。だから、ここを通るときはこうやって、そう言って R 君もしゃがむと、私を振り返って犬みたいに張っていくんだよ。と笑います。私以外の4人にあの女性が見えていないのは確かなようで、そのまま歩いていっても物理的に接触することはないようです。それでも体が重なると違和感を覚えて気持ちが悪いので、こうやって四つん這いで通過しているのです。彼らに霊感があるのかどうかは分かりませんが、見えないながらも何かを感じているのでしょう。3人目が通過し、R 君がそろそろと動き始めます。私は息を飲んでそれを見守りました。R 君の背中からわずか十数センチ上に女性のつま先が揺れています。ほら、早く来いよ。先に渡り終わった3人が私を呼びます。今考えればそのまま引き返してた方が良かったのかもしれません。でもそこは小学生男子仲間との証というか、男の子の意地というか、私は歯を食いしばってしゃがみ、そろそろと前進したのです。女性の真下を通るときは鳥肌が立ち、ざわざわと静電気のようなものが体中を包んでいるようでした。間違ってもその足に触れたくないという気持ちが強すぎて、ほとんどほふ前進のような形で通過しました。そこまでやんなくてもいいって。R 君は笑っていましたが、私には笑う余裕がありませんでした。立ち上がって服についた土ぼこりや草を払いながら振り向くことができませんでした。もし女の人がこっちを向いていたら。さあ、行こうぜ。 R 君たちが賑やかに笑いさざめいて歩いていく後ろを私はよろよろと突き従ったのでした。秘密基地は意外と立派なものでした。大きな木を軸にトタン板を組み立ててブルーシートをかぶせ、中にはどこから持ってきたのか古い折りたたみ椅子や小さな踏み台が置いてあり、
座ってくつろげるようになっていました。棒切れがいくつか立てかけられているのは武器か何かのつもりでしょうか。大きな懐中電灯が2つライト代わりにつけられ、持ってきていたジュースやお菓子を飲み食いし、アニメやゲームといったたわいのない話をして過ごす時間は結構楽しめました。そろそろ帰るか。誰ともなしにそう言い、引き上げることになりました。ということはまたあの女性の下を通ることになります。あそこ以外に道はないの？試しに聞いてみましたが、他は草が多すぎてかき分けていかないとダメなんだよな。沼があったりするから、道を外れると危ないんだよ。という言葉が返ってきました。腹をくくるしかないようです。例の場所に差し掛かった時、私は泣きたくなりました。女性がこちらを向いていたのです。帰りは逆だから、女性は背中を向けているはずなのに、さらに、私が通過するとき、はあ。と、女性がうめき声を上げ、思わず叫び出しそうになりました。楽しそうに話しながら歩いている4人をよそに、私はげっそりとして、ふらつく足で山を降りたのです。また行こうぜ。別れ際、R 君が言うのに、力なく笑ってうなずきました。もう二度とあそこには行きたくない。でもまた誘われたら何と言って断ろうか。まさか首吊りの幽霊がいるよとも言えないし、このままだと R 君たちに悪影響が出ないとも限らないし、女性の姿とうめき声を思い出して、悪寒に襲われながらため息をつきました。しかし、そんな私の悩みは意外な形で解決することになりました。私が参加していない時、山へ行った仲間の一人が段差から転げ落ちて足を骨折したのです。秘密基地のことは親や学校に知れ渡ることになり、厳重注意を受けて山に入ることは完全禁止となったのです。子供なりに男としての仲間意識と意地に葛藤した少年時代の思い出です。